もし研究職を目指すならおすすめは准教授の森島先生から。科学研究とは社会からの負託に応え真理を追求し、それに少しでも近づこうとするもの。どういうルールの下で行われるべきかよく考えなくてはいけません。量的なデータを統計的に分析する定量的心理学の専門家だってことは知ってるよね。うん。就職組よりも研究職を目指す院生の方が多いんでしょ。ただし仮説の後付け、結果が分かってから仮説を立てるのは絶対にやってはいけないことよ。聞くところによるとお堅いらしいんだ。論文も手抜きはできそうにない。そうね。就職組にも博士課程に進む院生にもどちらにも厳しいって聞いてる。就職も考えるなら融通が利く研究室がいいよ。そうなると田辺先生が一押しだな。心理学は少し学んだだけでも皆さんの人生の役に立つんだ。ビジネスでも使えるシーンが多いし、恋愛でも武器になる。皆さん学びたいでしょ。長く大学の心理学教室を引っ張ってきた人物で、口癖は僕はね、卒業生を心理学応援団にしたいんだ。研究職を目指さずに就職する学生には無理させないし、心理学の面白さを教えてくれる先生なんだって。俺は大学院まで行っていくつかの資格を取って就職したいから、その田辺先生一択だな。田辺先生、博士課程に進む人にとっては特に手厚い指導はしてないらしい。まあ一旦歯科医をしてってとこかな。私はできることなら博士課程まで進みたい。なんでなの？私高校生の時、周りの子たちとの人間関係で悩んでて結構孤独だったんだよね。その時たまたま心理学の本を読んだの。普通さ、楽しいから笑顔になるって思ってるじゃん。でも口角を上げただけで楽しい気持ちになるって書いてあったんだ。知ってるよ。顔面フィードバックでしょ。でもあれ疑問の声もあるって聞いたけど。そう。でも高校生の時の私はさ、口角を上げてみたらちょっと明るい気持ちになれたんだよね。救われたんだね、心理学に。だからもっと知りたいって思ったんだよね。先ほど説明したことを。結局私は学生の間で厳しいとされる森島准教授の研究室に入った。純粋に心理学が好きでこの大学に入ったからには博士号を目指したかった。いや、そうね、これでいいと思うわ。進めてください。ありがとうございます。先輩すごかったね。あの実験のアイデア本当すごいですよね。給付型奨学金も取ったらしいですよ。そっか、やっぱ所属論文持ってると強いよね。ですね。じゃあ次、清水由香さん。はい。はい。先日のミーティングありがとうございました。例のアメリカのチームが研究した実験の追試ね。面白そうね。はい。人は感情的になると不健康な食品のカロリーにより敏感になるという仮説。それは日本で日本の食べ物を使って実験してもきっと再現すると思うんです。ちなみにどんな食べ物でやる予定？海藻サラダとか鶏の唐揚げでやろうかと。それってあなたの好物から選んだの？あ、いえ。まあ欧米以外での追試は限られてるし、日本でも再現される現象なのか、ステップとして追試から入るのはいいと思うわ。あなたにとっては初めての心理学実験でもあることだし。ありがとうございます。でも追試だと論文としてのインパクトに欠けるんじゃないかって。そんなことない。追試も大事よ。はい。まずはやってみないとね。もちろん元の実験通りの結果が出るとは限らないけど、いいんじゃない？
次山本さん。はい。できた。お願いします。元の実験通りいかなかったらやり直しってこと？よっ、ちょっと元気ないね。森島先生に出したんでしょ？再現実験は元の実験通りにいくとは限らないって。それってどういう意味？わからない。怖くて聞けなかった。そりゃプレッシャーだな。絶対に成功させないと研究者になれないし。本当に研究者の道目指すの？実家ってお金持ちだっけ？全然普通のサラリーマンだもん。だから論文が学術誌に載ってその後奨学金取ってちゃんと研究生活が成り立つようにしないと。久しぶりに行くか。森島先生のところ陰性がじわじわ減ってるよね。今年度はちょっと少ないです。陰性を増やしていくのは大学教員として大切な仕事だよ。進学を希望してくれるような優秀な学部生を増やすこともね。すいません。確かに田辺先生のところははっきり増えてますよね。人とお金を確保してこそ価値ある研究もできるしね。そうですね。ただ後期課程に進む学生は減ってはいないんです。逆に去年は一人増えて。そうだったね。でもできれば学部生も修士も増やして博士に進む学生も増やすというのがベターじゃないかな。そこら辺がまだまだ私は実力不足で頑張ります。で、その論文書くのにどんな実験するの？ああ、そうそう。参加者に方眼紙に点を2つ打ってもらう。こことここに点を打ってみて。距離分けるんだね。私たちみたいな単なる飲み友を。で、いろんな食品の画像を見せてカロリーを推測してもらう。実物でやってみる？この焼きうどんのカロリーだいたいいくつだと思うか書いてみて。うん。でも俺カロリーなんて想像つかない。目安としてお茶碗1杯のご飯が250キロカロリーかな。分かった。次に距離を詰めて点を打ってもらい、今度はフライドポテトのカロリーを推測してもらう。同じようにカロリーを推測して書いてみて。 OK。焼きうどん残しといてね。分かった。アメリカの論文にあった通りね。というと？最初2つの点を開けて書いた時は焼きうどんを350キロカロリーにしてるんだけど、2点を詰めた時はフライドポテトを400キロカロリーにしてる。それが？実は焼きうどんとこのフライドポテトのカロリーはほぼ同じ。元の論文では打った点の距離が近いほど不健康な食品のカロリーを高く見積もる傾向があるんだって。へえ。でもどうして？近いものには感情的になる。だから近いところに点を打たされてそれを実感した直後だと不健康なものに敏感に反応して高いカロリーを答えるらしいの。じゃあ遠いものにはあまり感情的にならないから鈍感になるってこと？そう。
糖差を実感した直後だとカロリーの差をそんなに強く意識しないという結果になるんだって。不思議だな。その論理を応用すると、締めの炭水化物とデザートは距離を空けて乗せた方がダイエットを気にせず女性客も注文するかもよ。マーケティングにも応用できるってことね。心理学の面白さを感じるわ。それに日本人って欧米人より距離を取るし、近さにより敏感に反応するんじゃない？ゆかならもっとクリアな結果が出せるかもな。直ちに実験の準備を始めた。参加者に見せる画像を集める。不健康な食品としてはアイスクリーム、フライドポテト、ポテトチップス、チーズバーガーの4つに日本代表としておはぎを入れて5品目。人を対象とする実験だから倫理審査を申請して承認も受けないと。健康的な食品としてはヨーグルト、牛乳入りコーンフレーク、玄米、りんご、焼き芋、計10品目。苦労したのは参加者集め。100人以上集めなきゃいけないから恥ずかしがってなんていられない。ガンガン行かなきゃ。よろしくお願いします。お願いします。いよいよ実験が始まった。参加者は120名。実験期間は10日間。参加者は封筒の中から紙を出し、そこに書かれている指示に従う。どの参加者がどの距離に点を打つかは私たちも選べない。これで公平なデータが取れるはず。合計10枚の画像を見て、それぞれ予想するカロリーを記入してもらえば、その人の実験は終了となる。ありがとうございました。ありがとうございます。次の方、高橋さんお願いします。おかけになってください。順調に進んでる。初日お疲れ様。どうだった？なんとか無事に終わったという感じです。そっか。今日の分ざっと実験ノート確認してもいいかな？はい、もちろん。大山さんは森島先生の研究室に在籍するポスドク。今回の実験でも事前にインフォームドコンセントの内容をチェックしてもらうなどのアドバイスをいただいていた。仲のいい人にもきちんとインフォームドコンセントを取った？はい、徹底しました。説明不足で実験に臨まれると結果に影響することがあるからね。せっかくだからデータ管理についても確かめておこうか。Aメドですか？そう、一昨年だっけ、うちの医学系の研究室で論文に載せた画像を間違ったケースがあったの知らない？なんとなく。複数人で図と生データを一つ一つ確認。電形銅像の取り違いを発見。それで修正して事なきを得たってことですか？そう、もしも確認しなかったら右側になる。間違ったまま論文を発表して捏造または改ざんの告発って単なる間違いですよね。それはすぐには分からないじゃないか。わざとやったか単なるミスか後から証明するのは大変だよ。なるほど。まあ今回私が使う画像は食べ物で間違いようがないから大丈夫ですよね。油断は大敵だね。あ、そうだ、これも君に送っておく。以前出席した公正な研究をするための講習で活用したんだけど、陥りやすい不正がテキストになってるんだ。こちらも暇な時に見ておいて。はい。
残りの実験も頑張って。ありがとうございます。全結果が出揃った。さあ論文執筆に向け解析だ。仮説にそぐわない気がする。え、実験がダメだったってこと？2つの点が近い人ほど不健康な食品のカロリーを多く見積もってほしいんだけど、そうとも言えない。もう助けてほしいよ。でもこの人は点が近くて不健康な食品のカロリーを多く見積もっている。仮説にぴったりのサンプルはあるにもあるんだ。でもそれは一部で全体では有意差はないってことになっちゃう。じゃあ結論は再現されませんでした、はいおしまいってこと？あれだけ手間をかけたのに。論文をしっかり読んで元の実験の通りにやったのに、どうして？参加者をざっと見ても肥満っぽい人全然いないね。この学校基本スリムな人が多いんだよ。でもアメリカには一定の割合でいる。もしかしてさ、身長体重を記入するって聞いてそこ気になってる人は参加してくれなかったのかも。今さらどうしようもない。肥満の人を増やして実験をやり直すわけにもいかないし、大事な最初の実験だったのに。もう奨学金ダメかも。マジか。そりゃ辛いな。あ、ごめん、田辺先生のとこ行かなきゃ。みんな元気？どうしたのお母さん？ゆか元気？うん、まあね。お父さん退職が早まっちゃって今年度いっぱいで会社辞めることになったのよ。え、そうなの？で再就職先探してるんだけど、こんな時代だからね、どうなるかな。ほら前ゆか話してたじゃない、研究費とか生活費とか援助してもらえるかもしれないっていう話。あれどうなったかなってお父さん気にしててね。まだわかんない。成績次第だからもらえないかもしれないし。そうなんだ。ゆか大丈夫？うん、平気。全然レポート上がってこないんですけど。やってます。本当にやってるの？あ、清水さんどう？実験のまとめ進んでる？実験自体もとっくに終わってるんでしょ？すみません、今まとめてるところで。そう。じゃあ途中まででいいから週明けには見せてね。途中も何も。あの様子じゃ実験うまくいかなかったようですね。まあその場合は元の実験のようには再現できなかったってことをしっかりまとめ上げることになるわね。まさか彼女そこ分かってますよね。実験で仮説が支持されなければ論文として成立しない。どうしたらいいの？ゆか。おはよう。どうしたの？
昨日田辺先生の講義聞いていたら理科のヒントになりそうな話があったんだ。ヒント？実験から得られた数値間の差がたまたま起こった差ではなく意味のある差であることを有意差というね。一見何の変哲もないデータも詳しくより深く分析すれば面白い違いや変化が見えてくるものなんだ。データを詳しくより深く分析。それだけ。まあ諦めるのは早いんじゃない？その手があった。私はその言葉にすがった。データを引っ張り出してあらゆる角度から解析をしてみた。すると不健康な食品のうちアイスクリームとポテトチップス、おはぎに限って解析すると先行論文通り。これだ。2つの点を遠く記入した人の方がカロリーを低く見積もり、近く記入した人の方が感情的になりカロリーを高く見積もっていると言える。言えた。有意差が出てる。残る2つの不健康な食品、チーズバーガーとフライドポテトは食事に出るもの。つまり日本人は主食が大事だから高カロリーでもいいんじゃないっていう理解があるけど、アイスとかスナック菓子みたいな間食には厳しいって言えると思う。どうしよう、もう時間がない。仮説。人は感情的になると主食よりもデザートやお菓子の不健康さにより敏感になる。よし、こうして仮説を書き換えれば OK。 書き換えれば OK？ 以前出席した公正な研究をするための講習で活用したんだけど、陥りやすい不正がテキストになってるんだ。不正の多くは業績が欲しかったという動機から起きている。業績。お父さん退職が早まっちゃって研究費とか生活費とか援助してもらえるかもしれないっていう話。今の私には喉から手が出るほど欲しい業績。それを今掴み損ねている。対象にする食品をもっと慎重に選んでいれば。まずはやってみないとね。もちろん元の実験通りの結果が出るとは限らないけど。ダメだったらやり直し？そんなことになったら学術誌への掲載も奨学金も水の泡。清水さん、あなたが追試をした実験の論文にはこういう仮説はなかったわよね。はい、実験結果が当初の仮説通りにいかなくて。これだと仮説の後付けになる。やってはいけないことよ。ハーキング。結果が分かってから仮説を立てるのはダメって教えたはずだけど。すみません。仮説と結果の関係をひっくり返してしまっている。これだと集めたデータが偶然そうだっただけかもしれないのに、統計的に優位だって言える確率が高くなる。統計分析のルールを破っているの。以前はかなり横行していた行為だけど、今は明らかに不正だって考える研究者が増えているわ。はい、昔はダメじゃなかったんだ。この
日本人は主食よりもデザートのカロリーを気にするっていうのは結論じゃなくてあくまで新しく見つかった次の研究への糸口でしょ。はい。興味深い結果だけど、これをもし強く主張したいのならその糸口を仮説に組み込んで改めてデータを取って論文にまとめる必要があるわね。一つ目の論文はややインパクトに欠けるかもしれないけど、この仮説は面白いわ。いい論文ができるかも。新たな仮説で改めてデータ、論文、書き直し。奨学金をもらうにはそこまでやんなきゃいけないの？どう進めるべきか自分でよく考えてみて。わかりました。考えます。せっかく自分で見つけた糸口だけど、これから実験をやり直すなんて無理よ。そもそもこれが研究者への道なら私大丈夫？あ、真鍋先生。なんか今出て行った子元気なかったけど。ああ、清水さんですよね。先生、ちょっとこの後時間あります？まあちょっとなら。ちょっとだけいいですか？すいません。そういうことでしたか。それで新しく実験をしてみたらって提案したんです。ハーキングはしちゃダメだって教えるのは大切だけど、日頃から森島先生は厳しすぎない？そうでしょうか。彼女も集めたデータからいろいろ可能性を探っていた時は人間の心理を探ってるっていう楽しさを味わってたんじゃないかな。彼女の試行錯誤そのものは悪でも何でもない。学生の間は試行錯誤を楽しむ経験ができればいいんじゃない？もちろん試行錯誤はいいんですが、田辺先生、私も院生の頃実験がうまくいかなくて悩みましたけど、それも含めて心理学の奥深さだって先生に言われたこと忘れられません。あの頃は僕も若かったしな。厳しくされることで覚醒する学生もいると思うんです。まあ僕も大学の経営に関わるようになって学生は大切なお客様という意識が強くなってね、研究者の心構えを要求するのは後期課程からでもいいんじゃないか。でも不正行為を過去に行っている事例では学部の頃からグレーなことをしていたっていうケースもありますよね。難しいけど、矛盾してるなって思うことはあるよ。研究って面白いよ、楽しいよって煽る一方で、研究っていろいろ難しいよって冷や水を浴びせる。どちらも大事だけど、まず植え付けるべきは面白さ、楽しさなんじゃないかな。先生のおっしゃってることももちろんわかるんですけど、どちらもきちんと教えるのが私たちの役割だと思うんです。いやもちろんそうなんだよ。学生たちを守るこういう方向性で大丈夫ですかね？うん。目の付けどころがいいね。ありがとうございます。頑張って。はい。じゃあ次は論文のダメ出しを受けた清水さんに語ってもらおうか。それは同情心を感じる温かい笑いでした。ハーキングとかなんでこんな厳しいルールが新たにできたのかって文句言いたいだろう。はい。あ、いえ。僕が大学院生時代に森島先生から言われたのは、こういう時に被害者意識を持つなって言われてさ。科学研究とは真理を追求するという社会からの負託に応えるもの。大切なのは真理に近づくための適切な手続きを踏んでるかどうかってことなんだよ。だからこんな結果であってほしい的な欲望は極限まで抑えて臨まないといけないってね。正直私は社会からの負託という言葉と自分の論文が結びついているとは思えなかった。清水さん。すみません。どうしたらいいかわからなくて。ああ、やっぱ分かってなかったんだ。だから
例のアメリカの論文を再現できなかったってことをまとめて論文1本書けるじゃんって。でも森島先生には実験からやり直すようにって。両方書いたらって意味じゃないのかな。聞いてみなよ。ポスドクの大山さんがどちらも書いたらっておっしゃってたんですけど、先生はどういう意味でおっしゃってたのかなと思って。そう、私は最初からそのつもりだったけど。そうだったんですか？初めて知りました。でも失敗した実験をまとめた論文が奨学金に有利な業績になるんですか？仮説の再現は失敗したけど実験が失敗だったわけじゃないのよ。あなたが気づいた日米の違いも含め再現実験の過程と結果を丁寧に書けば大丈夫。学術誌に掲載される可能性はあると思う。そうだったんですね。だったら私ハーキングなんかしなかったのに。ごめんなさい、私がちゃんと伝えてなくて。いえ。まずは論文をまとめて業績作りに全力を尽くす。余力があったらあなたが気づいた新たな糸口で新たな実験をするかどうか。やるかやらないか、答えは一つ。そこら辺でやると